皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。皆さんは日本人のように話したいなって思いませんか？そのためには日本人が会話や文章でよく使う表現を知っておいた方がいいですよね。そこで今日はようにをテーマに日本人がよく使う8つの日本語表現を勉強したいと思います。文を丸ごと覚えて日本語の表現を増やしましょう。8つの表現を学ぶ前にようにの意味を思い出しましょう。ようににはたくさんの意味がありますが、特に今日勉強するのは何かに例える表現です。そしてようの後ろに動詞か名詞か何もないかでように、ような、ようだと変わります。例えば、犬がいます。大きい声で吠えます。ライオンと同じです。という文を見ましょう。ようの後に吠える。動詞が後ろに来るとように。この犬はライオンのように大きな声で吠える。ようの後に犬。名詞が後ろに来るとような。大きな声で吠えるライオンのような犬だ。文を2つ別々にして、ようの後に何もないと、この犬は大きな声で吠えるライオンのようだ。まずは、ようなの意味と、ように、ような、ようだの違いを覚えておいてください。では、このポイントを頭に置いて、8つの表現を勉強していきましょう。1つ目は、バケツをひっくり返したような雨です。水がたくさん入ったバケツをひっくり返す、反対にするくらい、すごく激しい雨のことです。例えば、台風でバケツをひっくり返したような雨が降っているよ。こんな風に使います。2つ目は、雲をつかむような話です。空の雲をつかむことができますか？いいえ、無理ですね。だから、この雲をつかむような話というのは、信じられないとか、何が言いたいのかよくわからないというぼんやりした話のことです。例えば、君が言うことは雲をつかむような話で信じられないよ。こんな風に使います。3つ目は、死んだ魚のような目です。死んでしまった魚の目を皆さんはイメージできますか？こんな目の人に会ったことがありますか？とっても疲れていたり、何も見ていないような、そんな目の人のことを言います。例えば、死んだ魚のような目をしてるよ。大丈夫？とか、こんな風に使います。血の滲むとは、じわじわと血が出る様子です。血が出るくらいに一生懸命頑張ったことを血の滲むような努力と言います。例えば、もうすぐ空手の大会だね。今まで1年間血の滲むような努力をしてきたから絶対に勝てると思う。このように使います。皿。お皿は大きくて丸いですよね。何か大切なものをなくしてしまったとき、お皿のように目を大きくして一生懸命探しますね。それで目を皿のようにして探すという表現があります。例えば、弟はもらった1万円をなくしてしまったみたい。今、部屋中を目を皿のようにして探しているよ。このように使います。手に取るとは
触ることですね。誰か他の人の頭の中とか考えてることとか気持ちとか手に取る、触ることができますか？いいえ、できませんね。でも本当に触っているみたいによくわかるという意味です。例えば、あなたとは20年以上一緒に暮らしているから何を考えているのか手に取るようにわかるわ。このように使います。飛ぶは鳥とか飛行機とか飛ぶですね。飛ぶように売れるはとても人気ですぐに売れてしまいすぐになくなってしまうという意味です。例えば、ボーナスで新しいゲーム機を買いたいんだけど無理かも。すごく人気で飛ぶように売れているから多分買えないや。このように使います。山のように。これはすごくたくさんあることの例えです。残っている。例えば、やらなければならない仕事とか宿題とかがもうたくさんありすぎて困ってしまうという表現ですね。毎日仕事が山のようにあって残業しても終わらないよ。こんな風に使います。はい。ここまで8つの日本語表現を勉強してきました。どれも意味を知るととても面白いし、なるほどって思いませんか？このように教科書には出てこないけど、日本人が使う日本語ってたくさんあるんですね。メッシュクラスの YouTube には他にも猫のことわざなどいろんな動画があるのでぜひ見てくださいね。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。